いこんにちは、MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は EPG91 です。EPG っていうメーカーさんはこのチャンネルでは初めてのレビューになりますよね。そう、以前から Amazon とかアリを見てると見かけてはいたんだけど、よくは知らなかった。EPG の方から連絡が来て何本かまとめて送ってもらったんで、今回から年末年始にかけてレビュー予定。これはどんなモデルなの？Amazon には2年ぐらい前から掲載されてるようだから EPG のロングセラーモデルってことになるようだね。そうなんだ。ロングセラーモデルといっても愛にとっては初めてなんでニューモデルの感覚ですよ。 TWS だと2年も経つと見向きもされなくなっちゃうことが多いけど、優先モデルはそうでもないからね。さて、どんなモデルなのかな？価格が4000円ぐらいだからエントリーモデルでいいのかな？いいんじゃないかな。ダイナミックドライバー1機のベーシックな構成だね。パッケージ内容はへえ、ギアチップにダブルフランジがついてるのが珍しいね。あとはミニポーチ。この価格帯にしてはちょっと気を使ってる感じね。 Amazon で見るとマイク付きのケーブルしか選べないみたい。アリだとマイクなしで4000円切ってたよ。手元にあるのはブラックスターですけど、カラバリは2色で他にギャラクシーブルーがあります。ギャラクシーブルー欲しいな。 3D プリンターで成形されたボディは流線形で綺麗。イヤーフィンが苦手な人は注意が必要です。 KZ、DQS とか ZAR を少し小ぶりにした感じですね。片側 4.1g は軽めでサイズも一般的です。ドライバーはサイズが 13mm ってとこが特徴。 13mm を乗せたモデルってあんまり記憶になくて BQ ワイズオータムぐらいしか思い出せないわ。振動板はチタンメッキ複合ダイヤフラムだね。ではここからは波形を見ながら進めますね。2種類のバンドレイヤーチップは1の方が少し小域が伸びてるように見えますけど、ダブルフランジは装着後調整ができるでしょうから、ここでは参考程度に見ていただければと思います。いつも測定しているイヤーチップだとこうなります。吸盤は重心が低域寄りなんで、高域はできるだけ出るものを選びたかったんで、音収録と視聴はセドナイヤーフィットライトで進めるよ。低域もよく出てるけど中域がかなりフラットよね。他モデルと比較するとこうね。比較対象は全部 1DD モデルで価格帯もまあまあ似てる。持ってる人も多いと思うのでイメージしやすいんじゃないかな。02って結構低域強めで全体的にややマイルドな印象だけど、それを上回る感じ。やっぱり 13mm のダイナミックドライバーの効果なのかな？それはあるだろうね。 KZESX や ZES が 12mm だったけど、その時も効果あるように感じたから。他に何か気づいたことはある？6キロあたりが他モデルと比べてかなり抑えられているんですね。確かに、これは聞いた感じとも一致するね。G ガードの QE イヤーズドルチェ TRN コンクとは正反対な質感。サウンドチェックは画面の都合上3モデルまでにしてるから、今回は 7Hz02 と KZZVX と一緒に聞いてみるよ。音質調整の基準を EPG91 にしているんで、他にモデルの聞こえ方はドンシャリっぽく感じるかもしれないけど、ってことはそれだけ91の重心が低域寄りってことがわかるんじゃないかな。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。EPC-Q1 を基準に比較モデルは差分を聞いてもらっているので本来の音質ではないからその辺誤解のないようにね。そうですよね。ちょっと聞き方が難しいですけどね。収録から編集までずっとモニターしてるけど結構違いが分かって面白いよ。もちろん実機での聞き比べにはかなわないけどね。さて聞いた印象なんだけど大抵の場合波形測定より前にしばらくリスニングしていてその段階ではちょっとマイルドだけど刺さらず太めで安定しているなぁという印象。長時間聞いていられる質感で印象は結構良かった。で測定してみると中域はかなりフラットだしこんなに低域出ていたのってちょっと驚いたんだよね。でもこういう中域の出方だと低域はあまり強調して聞こえず自然な印象なのが特徴と思える。さっきも触れたけど合計 13mm のダイナミックドライバーの効果もきっとあるよね。だけど広域寄りのバランスが好きな人にはちょっともっさりした感じに聞こえると思うので補正を好まないならスコープから外していいと思う。自分もちょっとその傾向に感じたわ。音数が少ないジャズトリオの演奏とかではナチュラルな感じが合ってると思う。Q1 でずっと聞いてると耳が慣れてくるけどいろいろなモデルを聞いた後に聞くとやっぱり広域中心にもやっとする印象。じゃあ、やっぱり調整したくなる。そうだな。本当は調整しないで聞きたいけど波形で見る限り低域寄りなバランスだからちょっと気になってたこの辺りを持ち上げてみた。ワンポイントだけでもバランスは取れるし抜けも良くなる。Q1 のいいタコはそのまま残せるし現実的だと思うよ。もう少し冷たい場合は3ポイントで補正。3つのうち2箇所は Q を広めにしているので影響範囲が広い。これだと Q1 じゃなくても良くなっちゃいそうなのであくまで個人的な趣向ね。グライコでパラメーターが少ない場合は全体的に低域落とすか。5キロ6キロあたりが動かせる EQ ならそこだけ上げるかだね。ワンポイント補正の後は結構魅力的な音ですね。低域から中域の特徴はそのままで広域のバランスを取ったから太めの音で抜け感も良くなって空間も広がりが見えてきて結構いろいろ聞きたくなる質感だよね。13mm のドライバーの強みを活かせる。じゃあやっぱり EQ は必須なの？そんなこともない。音数が少ない曲とかゆったり聴きたい時には補正しなくていいんじゃないかな。それとしばらく Q1 を聞き込んでいくと耳と脳が対応して広域が不足していると思わなくなってくると思う。耳のためには広域の刺激が少ないこのぐらいのチューニングがいいんだよなって思うんでそういうことを理解して買うなら結構いいと思えるモデルだよ。じゃあこれ買ってみようかな。ギャラクシーブルーが気に入っちゃったんですよ。なんだかんだと色で選ぶ愛。そうよ、見た目も大事なんだから。1DD モデルでもいろいろな傾向がありますが 13mm のドライバーで重心低めの音質の傾向が合いそうだなぁと思う方は検討してみてもいいと思います。ということで EPG のロングセラーモデル Q1 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。